2012年から2020年の今日まで続いた日本の政治権力は日本国憲法の解釈変更を2回行った。一つは憲法9条、アメリカとの集団的自衛権の問題。もう一つは憲法21条だ。2016年、日本政府は放送局が政治的な公平性を各放送を行ったと政府が判断した場合、放送局に対し電波停止を命じる可能性に言及した。憲法第21条ではこう決められている。第1項、集会、結社及び言論、出版、その他一切の表現の自由はこれを保障する。第2項、検閲はこれをしてはならない。通信の秘密はこれを犯してはならない。憲法21条2項で政治権力による言論の検閲を禁止しているのに、内閣が電波停止を命じる可能性に言及してしまったら、完全に憲法21条違反になってしまう。これは政治権力による言論の自由の侵害だし、日本国民に対する人権侵害にもなる。政府は日本国憲法の3原則、国民主権、平和主義、基本的人権の尊重に基づいていると言い訳したが、しかしどう見てもそうは見えない。そして日本のマスメディアは政治権力の圧力を恐れてこの件に強く抵抗できなかった。つまりこの2つの憲法解釈変更は日本の民主主義を破壊した可能性がある。他にもある。2012年から2020年の今日まで続いた今の内閣総理大臣は自身の不正の可能性について国会で何回か追及を受けている。しかしその追及はすべてうまくかわされた。少なくとも118回の総理大臣による嘘があったと言われている。このいくつかの不正はすべて総理大臣の利益誘導の可能性を示唆している。
だが官僚は皆、この不正の追及を、かわす側に回ったし、マスメディアも結局は、証拠をつかもうとはしなかった。要するに、各省庁やマスメディアの後ろで、睨みを利かせている既得権益が、総理大臣の利益誘導を、正当化したということだとしたら、この日本の民主主義は、大きく壊されたことになる。もしこの不正の疑いが、事実だとすれば、総理大臣の利益誘導は、これだけではないはずだ。出てきたものは、氷山の一角に過ぎない。既得権益に都合のいいルール。庶民から自由を奪う者たちが作ったルール。利益誘導の合法化。そして、それらの既成事実化。あの総理大臣は、自分は選挙で選ばれたのだから、自分のやることは、すべて国民の総意だという。だが、あの男が国民を騙して、民主主義を裏切れば、あの男は国民の敵だ。そうなれば、あの男には、制裁が必要だし、処分が必要だ。だが、その制裁や処分についてのルールは、今の日本国憲法では不十分だ。日本経済衰退のごまかし。既得権益による。マスメディアの言論弾圧。貧困層の異常な増加。既得権益に対する利益誘導。そして、既得権益に組み込まれた。日本の政治権力は、日本の庶民を裏切り、すでに、民主主義というルールを、無視してしまっているのかもしれない。このままでは日本の民主主義は、完全に壊されて、いつかは全体主義になってしまう。全体主義に支配された庶民が、どんな目に遭わされるのか。世界を見渡せば、すぐにわかる。北朝鮮、中国の共産主義。ミャンマーの軍事政権。タリバンのアフガニスタン、シリア。大勢の庶民が、今も悲惨極まりない目に、遭わされている。助けは来ない。全体主義は、
庶民の人権など認めない。今の日本でも、過剰に増えた貧困層は皆、苦しんでいる。私には今の日本が、自由を失いつつあるように見える。だが日本の庶民の多くは、まだそこに気づいていない。もし日本の既得権益が、日本の民主主義を完全に壊してしまうとしたら、全体主義に甘んじるか、暴力を使ってでも権力と戦うか。日本の庶民はいつかは、その選択を迫られるかも。つまり、このままでは、この日本で、いつか内戦が起こる。そして殺し合う者は、大きなダメージを受ける。力と力のぶつかり合いは、まず嫌がらせから始まる。民主国家と全体主義が、力と力で、ぶつかり合わなければならなくなったとき、民主国家はまず何をする？経済制裁という嫌がらせだ。そして、それは少しずつ、戦争に近づいていく。既得権益と庶民が、力と力でぶつかる場合は、経済制裁とは違う。嫌がらせが起こるだろうが、何が起こるかはわからない。先日、日本で、権力の側の人間が一人殺された。数日間、生かされたまま。体中の肉をえぐられて、その肉を誰かに食われたとか。でも、もしかしたらそれは、一人じゃ済まないかも。そうならないことを願うがね。その時、田原がつぶやいた。一体、どうすれば。人間はなぜものを学ぶ。将来いい会社に就職して、社会のルールに縛られるためか。そして就職した後は、もっといろいろものを学んで、さらにルールに縛られる。そうすれば高級鳥になれるかも。この世の中には、そんな奴が大勢いる。だが本来、人間がものを学ぶのは、真実を求めるためだ。そして、真実を求めるということは、自由を求めることと同じだ。真実という情報こそが、自由を求めること。そして、自由を奪われないために、戦うことの最も有効な武器になる。
だからマスメディアが必要なんだ。マスメディアが庶民に真実を伝え、庶民の多くがそれを知れば、自由は守れる。だが、マスメディアが嘘を伝え、庶民の多くが真実を知らなければ、自由は奪われる。今の日本の既得権益は、それを狙っている。私はジャーナリストだ。真実をつかみ、できる限り多くの庶民に、それを伝えるのが私の仕事だ。再生リスト21に続きます。